Halo, balik lagi di channel ini. Gua Apip. Jadi sekarang kita bakal nonton So no Frieren episode 4. Di episode sebelumnya kita melihat pertarungan antara Frieren dan Feren dengan Qual. Sebenarnya kalau dibilang pertarungan, gue tidak merasa mereka bertarung ya. Karena gue ngerasa di sini lebih ke ngajarin Feren bahwa pertarungan ini seperti ini gitu. Dan kita dijelaskan bahwa Magic di zaman dulu dan zaman sekarang sudah berbeda jauh. Yang tadinya kekuatan Magic si Zoltrak itu zaman dulu adalah yang paling kuat, sekarang adalah yang paling dasar guys, paling basic. Dan itu secara nggak langsung menjelaskan si Feren bahwa belajar sejarah itu adalah hal yang penting gitu loh. Karena kita bisa tahu perbedaan Magic di zaman dulu dan zaman sekarang. Terus di ending akhirnya kita pindah tempat lagi, pindah dari desa itu di mana Kual berada. Gua nggak tahu ke arah mana. Yang jelas sepertinya bakal menapaktilasi perjalanan Hero Party di zaman dulu ya. Oke, sebelum kita mulai nonton, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu. Kalau kalian mau support gue lebih lanjut dan mau lihat versi video uncut-nya, kalian bisa ke Patreon gue. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa cemilannya, sekarang kita nonton aja So no Frieren episode 4. Time skip lagi guys, tahun. ここは古くからの高校の難所でしてな。昔は村総出で整備していましたが、人手が足りなくなって放置ってわけか。報酬はこれでいかがでしょうか。 Buku, apa magic? 大魔法使いフランメの著書か。 Rame. フリーレン様、清掃の仕事引き受けるよ。その魔導書、偽物ですよね。言われた通り勉強しているね。偉いよフェルン。フランメの著書に本物なし。これも出来の悪い偽物だ。どうして引き受けたのですか？困ってる人がいるみたいだったからね。また長い滞在になりそうですね。Tiap desa setahun. いつもありがとうね、フェルンちゃん。一つおまけしといたから。ありがとうございます。もう3ヶ月になるね。村には慣れたかい？はい、もう冬か。まだ寝てる。フリーレン様、朝でございます。起きてください。海岸の清掃に行きますよ。Masih setengah nyawa dia. フリーレン様ってもしかしてすごくだらしがない人なのでしょうか。毎朝フリーレン様のことを起こしてご飯食べさせて服着せて。これ私完全にお母さんですよね。一人でもできるよ。勇者様ご一行との旅はどうしていたんですか？世話をしてくれる人なんていないですよね。寝坊はしょっちゅうだったね。 Pantesan sampai 怒ら 10 れたりはし tahun. なかったんですか？怒られたよ。あとはハイターがたまに舌打ちしたくらいかな。ごめん。 Kayaknya kalau Frieren nggak kesiangan mulu, setahun kelar itu lawan Demon King. 清掃は順調ですかな。あと3分の1ってところかな。 Set. 新年祭まで Lama に juga 間に ya. 合いそうですか。なんとかね。海岸の掃除と新年祭って何の関係があるのですか？この村では新年祭の日に日の出を見る習慣があるんだ。透き通るような海に日の光が反射してとても綺麗なんだってさ。フリーレン様は見なかったのですか？私が起きれると思う？それもそうですね。 Pantesan lama guys. Oh tapi kan dibangunin mulu sama Feren ya. Emang lama berarti. Yeay, bersih juga. Berapa lama ini? 水質も問題ありませんね。助かりましたフリーレン様。もちろん新年祭にも参加されますな。不可能でございます。 Nggak usah tidur 徹 berarti. 夜するから大丈夫だよ。
そこまでして日の出が見たいのですか？正直興味はないよ。だから見て確かめるんだ。なぜ新年祭に来なかったんだフリーレン。ハイターなんてショックのあまり寝込んでしまったぞ。かわいそうに。僕たちはね、君にも楽しんでほしかったんだよ。ただの日の出でしょ。楽しめるとは思えないけど。いいや、楽しめるね。どうして？君はそういうやつだからだ。寝てる。 Makanya 寝てる。フリーレン様、起き makanya て dia くだ mau さい。 ikut yang sekarang 新 ya. 年祭に遅れますよ。お母さん。誰がお母さんですか？確かに綺麗だけど、早起きしてまで見るものじゃないな。フリーレン様、とても綺麗ですね。そうかな。ただの日の出だよ。でもフリーレン様、少し楽しそうです。それはフェルンが笑っていたから。私一人じゃこの日の出は見れなかったな。 Oh, gua kira habis. ご家族ですか？昔の話だ。俺の村が魔族に襲われてな。祈っています。人は死んだら無に帰る。天国に行くんですよ。まあ私も天国には懐疑的だけど、今の人類の魔法技術じゃ死後の魂の観測ができないから実在を証明できないんだよね。私も実在するかどうかはどっちでもいいです。ソウルがそれ言っていいのか、生臭坊主。でもたとえ実在しなかったとしてもあるべきものだと思います。必死に生きてきた人の行き着く先が無であっていいはずがありません。だったら天国で贅沢三昧していると思った方がいいじゃないですか。確かに都合がいい。祈るか。おう。 Oh, ini zaman sekarang. Oh, ketemu lagi. アイゼン、遊びに来たよ。 Hangout. 30年ぶりとは思えん態度だな。たった30年でしょ。ハイターにも同じようなことを聞いたらしいな。お迎えにはまだ早いぞ。フォルボンチか。懐かしいね。来たことあるのか？昔ね。昔って言ったぞ。どれだけ前なんだ？原始時代でしょうか。さすがにそこまで長生きじゃないよ。大魔法使いフランメの手記だ。まあいいけど、フランメの著書はほとんどが偽物だよ。手がかりはある。本物の手記はフォルボン地のどこかにある。フリーレン、お前なら知っているはずだ。まずは大きな木を探そうか。大きな木か。時間なんていくらでもあるのか。まあね。でも Kenapa itu, フェルン Feren? が嫌がるから早めに終わらせようか。なるべく効率的に探しましょう。変わったな。お前は人の時間を気にするようなやつじゃなかった。だってフェルン、怒ると怖いんだよ。 Lagian kalau ngikutin polanya Frieren, keburu tua. Bisa lari di air dia. フリーレン様、西の方に遺跡を飲み込んだ大樹がありました。 Animasinya memang なんでフランメの Mantap, 手記なんか探すことにしたの？かわいそうだと思ってな。30年前のあの日、お前はヒンメルを知っておけばと口にした。あの言葉、ヒンメルに直接伝えてやるべきものだ。大魔法使いフランメの手記には死者と対話したという記録が残っているとされている。それにヒンメルのことを知りたいんだろう。だからハイターと相談した。 Gila sih, teman-temannya baik-baik banget ya. Mereka tahu
bahwa Frieren bakal hidup 大 jauh 臣 lebih の遺跡 panjang. も強力な結界で守られていて Makanya nggak mau ninggalin Frieren dalam regret gitu ya. 1000年も前のことなのに結局私は先生の手のひらの上か。頼りない留守番だね。そうでもねえさ。こいつが成長すれば1000年だろうがこの場所を守り続ける。その頃には先生死んでるでしょ。だがお前は違う。お前はいつか大きな過ちを犯し人を知りたいと考えるようになる。知ってほしいの先生。かまってちょ。 Ntar guys, dia 1000 tahun. Cuman menua segitu doang ya. Kayak mungkin berubah sekitar 4 tahun 5 tahunan berarti ya. Gila, berarti dia umurnya Elf sampai berapa tahun? 15.000 tahun. ちげえよ。そん時はここに帰ってこいって言ってんだ。 Pantesan aja 50 tahun dianggap 手助けしてや sepele. る。この大魔法使いフランメ様が。 Selama itu gurunya. それがフランメの手記本物なのでしょうか。本物だよ。なぜわかるのですか。フリーレンはフランメの一番でした。本当に原始時代から生きているんじゃ。死者との対話についての記述はあるか？ご丁寧にそのページが開かれている。1000年も前から私がここに来ることが分かっていたのか。この世界の人々が天国と呼ぶ場所、魂の眠る地オレオールにたどり着いた。 Oreo. そこは多くの魂が集まる場所で、私はかつての戦友たちと対話した。真実なのでしょうか。さあね、いい加減な人だったから。具体的にはどのあたりなのでしょうか。ちょっと待ってね。大陸北部エンデ、今は魔王城がある場所だ。なんでそんなところに。フリーレン、オレオールを探してヒンメルと話すんだ。悪知恵をつけたね、アイゼン。ハイターのおかげだな。分かったよ。どうせ当てのない旅だ。眠ってしまいました。 Oh sama Aisan. Aisannya ikut. 寒い。魔王城のあるエンデは大陸の最北端だからな。フリーレン様、フリーレン様。ああ、ダメか。ただひたすらに魔法を求めて旅をして振り回されてばかりです。ただヒンメル様たちを知ろうとすることには興味があるようですが、もしかしたら私にはあまり興味がないのかもしれません。フリーレン様が私を弟子にしたのはハイター様との約束に過ぎませんから。旅を始めてからは誕生日にプレゼントをくれるようになったんです。いつもは興味なさそうなのに。フリーレン、君はオートには残らないのか？旅を続けるよ。弟子を取ったりはしないのか？旅は話し相手がいた方がいい。時間の無駄だからね。いろいろ教えてもすぐ死んじゃうでしょ。みんなとの冒険だって私の人生の100分の1にも満たない。 Gila. アイゼンならわかるでしょ。はいはい、暗い話はなし。今日はめでたい日なんですからね。飲みましょう。酒を飲む理由が欲しいだけだろう。バレましたか。お前はいつも飲んでるだろうが。この生臭坊主。そいつはいい師匠だ。そうですね。 Udah mulai 本当についてこない sedikit berubah ya. あ Oh nggak ikut あ、前 Aisannya? にも言っただろう。エンデまでの道のりは覚えているな。まずはビレ地方、リーゲル峡谷を抜けて北側諸国の関所だね。長い旅路になる。俺たちは10年かかった。そうか。そうだね。
たった10年の冒険だよ。 Oke guys, jadi sesuai dugaan gue di episode ini kita ketemu Aizen ya. Dan ternyata si Flamme itu adalah gurunya si Frieren yang udah 1000 tahun lalu. Gila sih, berarti si Frieren umurnya berapa guys? Kalau dari looks doang ya, maksudnya dari penampilan doang, itu mungkin dia udah berumur 3000 atau 4000 tahun gitu ya. Mungkin, gua nggak tahu. Tebakan gua doang. Karena ngitung dari yang perubahan dia 1000 tahun itu hanya berubah sedikit doang gitu loh umurnya. Maksudnya penampilannya. Terus sekarang akhirnya Frieren punya tujuan baru untuk mencapai kastilnya Demon King lagi. Katanya di benua ini ada namanya tempat Oreol ya. Tempat di mana kita bisa berbicara dengan orang yang sudah mati. Karena si Frieren ini pengen ngobrol lagi sama Himmel. Gua nggak tahu apakah perjalanan kali ini bakal cukup panjang atau hanya bakal satu episode lagi di episode 5. Gua nggak tahu. Tapi kelihatannya target kali ini cukup panjang ya, karena targetnya adalah berbicara dengan Himmel gitu ya, yang sudah mati. Di episode ini gue mulai tertarik dibanding episode sebelumnya ya, karena di 3 episode sebelumnya ini menurut gue itu masih chill banget, tidak ada tujuan apa-apa, hanya benar-benar pindah desa, kemudian bantu orang di sana, pindah desa lagi. Tapi yang ini kita ketemu tujuan yang lebih jelas ya, karena ternyata si Frieren pengen lebih kenal sama teman-temannya di masa lalu. Tapi kan teman-teman udah mati, akhirnya ya bagaimana caranya si Frieren ini bisa ngobrol dengan orang yang sudah mati. Di satu sisi si Frieren ini sudah mulai berubah guys. Di saat sebelumnya sama hero partinya itu kan dia tidak terlalu ngurusin waktunya mereka ya. Jadi dia selalu meremehkan apa ya namanya, kayak 30 tahun tuh cuma sebentar, 10 tahun cuma sebentar gitu loh. Tapi sekarang sama Frieren ini dia udah sedikit berubah karena dia ngucapin ulang tahun, dia ngasih surprise ulang tahun. Itu kan berarti si Frieren sudah mulai merubah mindsetnya terhadap waktu pada orang biasa gitu loh. Sebenarnya wajar sih kalau mindset dia terhadap waktu ini kacau banget. Kalau memang umur elf ini bisa sampai belasan ribu tahun ya. Wajar dia bilang 10 tahun ini ya kayak cuman sekejap doang gitu, nggak berasa sama sekali. Sekali lagi di sini gue nggak tahu bakal seberapa lama perjalanan si mereka berdua ke Oreol ini. Karena kan perjalanan sebelumnya buat ke Castle Demon King aja kan 10 tahun ya. Masa iya harus 10 tahun lagi gitu loh? Kalau menurut gua nggak mungkin ya. Bakal lebih cepat karena kan ibaratnya udah tahu jalan pintasnya ya. Tapi setidaknya si mereka berdua ini punya tujuan yang jelas gitu loh menurut gua. Oke, gua lupa udah komentar belum. Yang jelas animasi Frieren ini menurut gua bagus banget. Bukan bagus banget yang dalam artian kadang animasi ini ada yang bagusnya yang chill, ada juga yang bagusnya yang membuat kita semangat gitu loh. Ada yang shadowingnya banget, jadi permainan cahayanya itu sangat-sangat kelihatan kontrasnya. Tapi kalau ini nih menurut gua color palette-nya pun soft banget, permainan cahayanya pun antara shadow sama highlight itu nggak jauh, akhirnya soft, terasa soft. Terus ada noise di bagian background itu menurut gua cakep banget, indah banget. Ditambah dengan musiknya yang jelas, musiknya dari episode 1 pun udah sangat-sangat apa namanya, chill banget, membuat kita tuh serasa masuk ke dunianya dia gitu loh. Oke, terima kasih sudah menonton. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu. Kita bakal nonton Sousou no Frieren episode 5 di video berikutnya. Dadah.